こんにちは。今日は細長い長方形を2枚作って、それを縫い合わせて V ネックの形にします。その後にぐるぐると続けて編んでいって、ワンピースのような形にします。新しくてとても楽しい作り方です。模様はこんな感じで涼しげな感じにしました。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 色はホワイト、細いタイプです。 40g で96メートル、使用かぎ針の目安は6号。これを使って編んでいきます。針は8号を使います。でこの糸は綿 100% でしっかりとしています。で太さは約 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず細長い長方形を2枚作ります。この長方形2枚はこんな感じに作って、これを2つに折って、これをプルオーバーの上の部分にします。この V の部分が襟ぐり、ここが肩、その後でここをぐるぐると編んでいきます。まずこの長方形の編み方を説明します。これはご自身の肩と胸と胸の下らへん、だいたい長さは60から70センチ。これはご自身の体やお好みに合わせて決めます。私は今回65センチぐらい、65センチぐらいで長方形を作っていきます。65センチにするために私は91、この鎖の数は6の倍数プラス1、6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。私は鎖を91編んでいきます。お好みに合わせて長さを調節してください。で鎖編み、この鎖編みはゆったりと編んでいきます。あれば太いかぎ針で編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。実際には65センチぐらいで作っていきます。まずこの細編みをするので、鎖をもう一つ裏返します。この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。今回はこの裏に針を入れて編んでいく方が後で楽に縫い合わせることができます。針から1、2、2つ目に細編み、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。
次はこの部分、まず鎖1つ裏返して鎖の根元に細編み、次は鎖1つ足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、鎖1つ、同じところにもう1回長編み、鎖1つ足元2つ飛ばして3つ目細編みで、これで細編み鎖1つ長編み鎖長編み鎖細編み、これを端まで編んでいきます。次は鎖1つ足元1、2、3長編み鎖長編み鎖1、2、3、次からも同じ1、2、3、この端これで2段が終わりました。次はこれ長編み3つ間には鎖、まず鎖3つ1、2、3裏返します。下のこの三角に針を入れて長編みをしていきます。長編み鎖長編み鎖長編みで、これで長編み3つ間には鎖、下の細編みに長編みこれを繰り返していきます。次も三角に長編み次も
これが最後の細編み。最後の細編みに長編み、2本の糸の下。これで3段目。次はここ四角を作っていきます。まず鎖4つ、1、2、3、4、裏返して、この長編みの間に長編み、ここに長編みをします。次も鎖1つ、長編みと長編みの間、これで四角が2つ。次も四角。次はこの長編みの上、まず鎖1つ、これを繰り返していきます。鎖1つ、長編みの間、鎖1つ、最後はここに四角、鎖1つと下の鎖の下から3つ目で、上が2本で下は1本、この位置に長編み、これで端まで四角ができました。次はこの部分、これは細編みだけ。鎖1つ、裏返して細編み。次はこの四角の中、鎖の下に細編み、長編みの上に細編み、このまま端まで編んでいきます。細編みで端まできました。最後の四角にも細編みをします。まず最後の四角の中、細編み1つ、最後は鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目の2本の糸の下、これで端まで細編みができました。この細編みはここと同じです。次はここ、これを繰り返していきます。鎖1つ、細編み、鎖、足元1、2、3、長編みをします。ここと同じなので鎖1つ、長編み、鎖、1、2、3で、次も同じ。次の段はここ、長編み3つの段、次は四角で、また細編み、
これを繰り返していきます。で、私の場合はこれをちょっと伸ばして22センチぐらい、これぐらいまで編んでいきます。段数は私の場合は細編みを数えて1234566、最後は細編みで終わりにします。ご自身のお体のサイズに合わせて長さを調節します。これを2枚用意します。これは1枚目。2枚目を編むときには、この最初の糸端、この糸端を長めに残します。最初の糸端を長めに残すと、後で背中の部分を縫い合わせるときに使えます。なので糸端は少し長めに残しておくと便利です。このまま編み進めて長方形を2枚用意します。長方形を2枚用意しました。私は長さ22センチ、細編みの数を数えると6段、最後は細編みで終わっています。で、表と裏を確認します。最初の細編みが表の方が表、そうすると最後も表になっています。こっちは裏で、表を上にして、でこちら側が最初に編んだ鎖、ここからこの方向に編んできました。こっちもここが最初に編んだ鎖、この方向に編んできました。こんな感じで置いてみて、次はこの部分を編んでいきます。この長方形にここで3段だけ編んで幅を広くしています。これは半分に折ってこの部分を縫い合わせて脇になります。で、この部分が袖ぐり、この脇の下に当たる部分が少しだけ広くなるととても着心地が楽になります。この部分だけ3段編んでいきます。こんな感じで、こっちはまだ長方形のままです。これに3段編んでいきます。で、同じ向きで同じ位置に作っていきます。表を上にして糸端の出ているところ、ここから編んでいきます。マーカーをつけます。これは折り曲げて2つに折って、ここが肩のライン、ここが首の方で、この袖ぐりの長さを決めます。私はだいたい20センチかそれよりも少し狭いぐらいで、だいたい測ってみて、ここぐらいにしようかと思います。これは肩のラインから18センチ、この位置にマーカーをつけます。で、糸端の出ている方、ここの上から18センチ、私の場合は肩から18センチぐらい、残りは13センチぐらいになりました。こちら側にマーカーをつけて続けて編んでいきます。模様を続けていきたいので、次はここ鎖1つと細編み、鎖123、
マーカーの手前まで来ました。今鎖1つを編んだところ、足元2つ飛ばして3つ目、マーカーのところに細編み、次は2段目、この部分を編んでいきます。鎖3つ裏返します。今までと同じように長編み3つ、これを端まで編んで、次はこの四角、ここで戻ってここまで編んできます。端まで編んできました。さっきは四角で終わろうかと思っていたんですが、細編みをプラスしました。最後は細編みで終わっています。端まで編んだら糸を切ります。ここを縫い合わせる時に使えるので、この糸端を少し長めに残しておきます。3倍から4倍ぐらい残しておきます。で、次はこっちも同じように用意して背中を縫っていきます。で、表を上にしてで置いてみます。で、ここが中央、この編み始めたところを中心にします。ここが編み始めたところ、こっちもここが編み始めたところ、模様はこんな感じになっています。こっちもここを合わせて表を上にして、で片方の糸端は長く残してあります。これで背中を縫っていこうと思っています。糸端が長い方を背中にしてマーカーをつけます。今の状態はこっち側に幅が広くなっているところ、こんな形になっています。こっちはこちら側が広くなっている方で、ここを縫い合わせていきます。こっちが背中で縫っていきます。で、縫い終わる位置にマーカーをつけます。これは半分に折ってで、ここが肩、私はここからここまで縫っていきます。29センチ、模様を合わせていって、1234567個目のこの扇形の中心ぐらい、これはお好みで場所を決めてください。こんな感じでこの範囲を縫い合わせていきます。これが背中になります。で、これは着る時には前が上がってこんな感じになるので、この縫い合わせる位置は上の方で大丈夫です。こんな形になります。私の場合はここから測って29センチ、2枚とも出来上がって背中を縫い合わせる準備ができました。で、表を上にします。で、編み始めた鎖はここ、こっちもこれが編み始めた鎖、この向きに編んできました。ここを中心にして置いてみます。で、今の状態はここが幅が広くなったところで、こっちはこんな感じ。こ
こが広くなっています。こんな状態。これはどちらも同じ形になっています。これを半分に折って片方を縫い合わせて背中にします。で、最初に糸端を長く残していたので、こっちを背中に決めていきます。こっちが背中。縫っていくところにマーカーをつけます。これは半分に折ってここから縫っていって縫い止まる位置。私の場合は29センチぐらい。これは全体の長さによっても違うし、お好みによっても違うので、お好きな位置にマーカーをつけます。私の場合はこの模様1、2、3、4、5、6、7個目。この模様のどこでも大丈夫です。で、着るときにはこんな感じで前が上がって後ろが下がるので、これはだいぶ上の方にマーカーをつけても大丈夫です。着るとこんな感じで意外と広くなります。お好みの位置にマーカーをつけます。次はここから縫っていきます。端から縫い合わせていきます。針を入れる場所はこの細編みの鎖のように見えるところ、この間に針を入れます。で、こちら側に入れることもできるんですが、こっちではなくてこっち側、こっちに入れて合わせていきます。こっちも同じ鎖に見えるところのこっち側で、まず一つ目の細編み、こことこっち向こう側、ここから手前から糸が出ています。このまま向こう2本の糸の下で、もう一度今度はこの手前の2本の糸の下で、向こうもこれでつながりました。次からさっき見たように合わせていきます。まず1つ目の細編みと2つ目の細編みの間、こことここの間、向こうも1つ目と2つ目の間、向こう側はこの鎖のように見えるところが潰れているので見にくくなっていると思います。1つ目と2つ目の間、次は3つ目と2つ目と3つ目の間、こっちもこれを続けてマーカーのところまで縫い合わせていきます。で、模様が揃うように確認しながら縫っていきます。マーカーのところまで来ました。これぐらいで大丈夫だったら
もう一度同じところに針を通します。今度は2本の糸の下、こっちも2本の糸の下、もう一度で裏に出します。でしっかりとさせてから、あとは裏でほどけないように糸端を隠します。で次は脇、表を上にして、でこの幅を広くしたところとまっすぐのところ、模様を揃えて同じように縫っていきます。さっきと同じです。また端から2本の糸の下、向こうの2本の糸の下、手前もで、またさっきと同じこの1つ目と2つ目の間、手前の1つ目と2つ目の間、でまた向こうもこことここの間、これでこの端まで縫っていって、さっきと同じように糸始末をします。両方とも縫い合わせます。両方の脇を縫い終わりました。今前は開いた状態です。次は上下を逆にして、ここから裾の方に続けて編んでいきます。スタートするのは目立たないところ、この脇からスタートします。新しい糸でこの細編みからスタートしようと思います。どこからスタートしても大丈夫です。糸を出して細編みを編んでいきます。糸を出して鎖1つ、細編みで、磨きにくくなりそうだったらマーカー、次は鎖、ここに2つ細編みをします。次も2つ、ここは細編みなので1つ、ここも細編みなので1つ、次は2つ2つと細編みをしていきます。ここは1つ、次も1つ2つ、このままこの端まで編んでいきます。端まで来ました。次は細編みがあります。こことここから糸を出して2つを1つにします。まずこの細編みで、なるべく目立たないところから糸を出して、このままこっち側、この端の細編みから糸を出します。糸を出してこれを一度に引き抜きます。これでつながりました。次はこの細編み続けて編んでいきます。ここは2つ、
この部分は糸端があったらこれで、なかったら新しい糸で後で補強するときれいに出来上がります。このまま細編みをして、でスタートしたところまで、ここまで戻ってきます。一周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次も細編みを編んでいきます。同じように鎖1つ、根元に細編み、次も細編みと同じように細編みで一周します。次も同じ、また引き抜いて鎖1つ、これで何周か編んでいきます。4周編んできました。それと正面の V の部分は糸で整えています。次はこの模様を編んでいきます。で今回ふっくらと膨らむように可愛く編んでいきたいので、さっきは間の細編み2つ飛ばしたんですが、ここでは1つ飛ばして編んでいこうかと思っています。それとここと裏と表、裏と表合わせていきたいので、これを裏返して内側から編んでいきます。こっちが表で、こっちは裏。ここからさっきの模様を編んでいきます。まず鎖1つで細編みで、ここぐらい細編みで、見分けにくくなりそうだったらマーカーで、次は鎖1つ編んだんですが、ここでは鎖1つを編まないで、足元は1つ飛ばして2つ目に長編み V を作っていきます。1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖1つで長編みで、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、この部分の狭くした感じで編んでいきます。1つ飛ばして2つ目に長編み、鎖長編み、1つ飛ばして細編み、細編み長編み、鎖1つ長編みで、1つ飛ばして細編み、これを繰り返していきます。ぎゅっと狭くなっています。でこれで一周するんですが、ちょうど数が合わないと思うんですが、目立たないところで調整して、で一周編んでここまで戻ってきます。数を合わせるときにはこういう脇とかなるべく目立たないところで数を合わせます。 V で一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。今 V を編んだところ、このまますぐ細編み、次はこの模様長編み3つ、また裏返してこっちが表になっています。まず鎖3つ、1、2、3で、この V に長編み3つ、さっきと同じ鎖長編み、鎖長編み、次の細編みに長編み、
今までと同じです。次も長編み3つ。これを繰り返して1周します。ここまで編んでいきます。長編み3つ編んで1周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。次はこの四角また裏返します。でこっちが表、鎖4つ、1、2、3、4でこの長編みと長編みの間鎖で長編みの上でまたこここれで一周します。四角を編んで一周してきました。最後も四角にします。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本の位置、これで四角ができました。次は長編みで一周していきます。今までは細編みだったところを長編みに変えていきます。鎖3つ、1、2、3で裏返して、こっちが表を手前にして四角の中、次は長編みの上、四角、長編み、四角、これで一周します。長編みで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これでつながりました。次はこの V 裏返してこっちが表、内側から編んでいきます。鎖1つ、細編みで鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖同じところに長編み、鎖1つ、足元2つ飛ばして3つ目、ここと同じ V で編んでいきます。足元2つ飛ばしています。次も鎖1つ、2つ飛ばして3つ目、これから先はずっとこの V を編んでいきます。次も鎖1つ、これで1周編んで、次はこの長編み3つの扇形、次は四角、これを繰り返していきます。ここで編んだ細編みが長編みに変わっている状態です。これを繰り返して
好みの長さになるまで編んでいきます。ここはこれで一旦休んで、この袖ぐりの部分を編んでみようかと思います。でこれはこのままでも大丈夫だし、もう少しだけ編んでも可愛いと思います。この部分はここを編んでいきます。今細編みで、次はここ、また内側から編んでいきます。こっちが表で、こっちが裏の状態で、内側から編んでいきます。でここに細編みがあって、さっきと同じように6の倍数で編んでいきます。この細編みを数えて模様を編んでいって、でこの部分で調節したいと思います。でここに細編みをしてスタートしようかと思います。どこからでも大丈夫です。鎖1つ、細編み、もう一回鎖1つ、2つ飛ばして3つ目、鎖1つ、2つ飛ばして3つ目に細編み、また同じ、これで1周します。1周してぐるっと袖ぐりを編んでいきます。 V の扇形で1周編んできました。今 V と鎖1つ、最初の細編みに引き抜きます。これで1周編めました。次はまた裏返して外側から編んでいきます。こっちが表、鎖1つ、この鎖を包むようにしてマーカーをつけます。全体を包むようにして鎖1つ、次はここに V の扇形、ここに細編みをしていきます。まずこの鎖の下、次は長編みの上で、この V の中に2つ長編みの上、鎖の下と細編みをしていきます。まずこの鎖の下、長編みの上、 V の中に細編み2つ、これで1、2、次は長編み、鎖の下、こんな感じで編んでいきます。次は細編みがあります。細編みには引き抜き編み、これをかぶせて引き抜き編み、次また細編み、鎖の下、長編みの上、長編みの上、 V の中に2つ長編みの上、鎖の下で、次は細編み、細編みには引き抜き編み、次またここ、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 
細編みには引き抜き編み、またこれで一周します。ここまで編んでいきます。細編みで一周してきました。で今鎖の下に細編みを編んだところ、最後は糸を切って針で始末します。少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。ここに V があって、これが最後の細編みで、最初にマーカーをつけた鎖、この鎖の2本の糸の下、ここにマーカーをつけているので、手前から向こうで戻って最後の細編み、この細編みの上から針を入れて裏に出します。大きさを揃えます。あとはほどけないように裏で隠します。ここに糸端があるので、ここで結んでおくと糸始末が便利です。でこの糸端を隠します。もう片方も同じように縁編みをしていきます。あとはこの部分を好みの長さになるまで編んでいきます。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。着るときにはこんな感じで、ここの部分はもう少し狭くなってとても可愛いシルエットになります。で裾はこの編み方でずっと編んでいって、最後は長編み、次に細編み、でこの V、 今までと同じ V で細編みを編んでいます。これは袖の時と同じです。このまま終わっても大丈夫です。私はこの模様を同じ編み方で続けました。これは前が上がった状態で着るので、シルエットがとても可愛くなっています。こんな感じで、襟ぐりはすっきりとした V ネック、爽やかな印象になっています。袖ぐりには少し余裕を持たせ、着心地が楽なようにしました。で縁には可愛い模様をつけました。サイズを測りました。上から下まで65センチ、横幅60センチ、この切り替えたところから34センチ、この長方形の部分は28センチと24センチで、この袖ぐり40センチ、使った糸の重さは280グラム、こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。